こんにちは、みえこです。今日は1枚の小さなキルトからこのポーチを作りましたので、皆様にご紹介します。この布使いたかったんです。一緒に使った布ですが、この赤い布と、あとこの四角く切った布27枚切りました。これは小さい布はこの大きさじゃなくても大丈夫ですよ。それからキルト綿、この大きさです。この小さい四角い布をまず縫います。縫い代を7ミリで縫いますよ。全部縫ったらこのように布を縫ったものを並べてキルト綿に直接縫います。ちょっと斜めに縫うのがポイントですよ。どの場所でも大丈夫です。これ3列にしましたが、別に2列でも大丈夫ですよ。その後、この大きな布をキルト綿の端が隠れるような大きさに切ってミシンで縫います。縫い代何センチでも OK です。一旦この布をカットして反対側も同じように大きな布を縫います。簡単ですね。もうトップできますよ。そしたら裏布に重ねてカットします。その後ミシンでも手縫いでもいいので縫ってください。キルトしてください。そしてここポイントですよ。キルトの角を3センチ3センチこのように折ります。
で針で留めただけで縫いましたが、ここ仮留めしてもいいですよ。そして裏布を折ってミシンで縫います。終わったら今度はファスナーつけます。半分に折って中心に印をつけます。でこの中心から5センチぐらいファスナー大きくして針で留めてミシンで縫います。縫うときは中心につけた印より1センチ離れたところから手前から縫います。中心のところから縫うと後でファスナーの端が中に入れられなくなるので注意してくださいね。はい、このように縫います。1センチぐらい離れてるといいですよ。この後ファスナーの端を揃えてこのジッパー通します。2個通したらファスナーの端を中に入れてでこうまちを縫います。まち何センチでも好きなだけ折ってくださいね。その後このファスナーの端を布で隠します。
でこれミシンで縫いますよ。はい、両方縫います。そしたら表に返して持ち手の紐をつけます。布の上にキルト綿を置いてこのように折って一周ミシンで縫いましたよ。このように縫いました。それをポーチの角に斜めにつけました。それでですね、つけるときボタンでつけると紐が動いて使いやすいポーチになりますよ。ポーチと布の間に糸を巻いて糸を切ります。くるくるって動くので使いやすいですよ。はい、できました。ポーチを大きく開けた時にこの紐が下に下がると使いやすくなると思います。そしてポケットは後からでもつけられるので必要な人はつけてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。